はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのオルゾフミッドを紹介したいと思います。今回もブルームバローをフィーチャーしたデッキですね。白黒で個人的に最も注目しているカードがゾラリーニで、戦場に出るか攻撃するために3マナ以下のパーマネントをリアニメートすることができ、生き残ると延々とアドバンテージを稼いでいくことができますね。強力な能力を持っているにもかかわらず、3マナ33飛行警戒という無条件で殴れるスペックなので、新環境では白黒系ミッドレンジでよく使われることになるかなと思います。本日の媒介者は場に出た時はただの2マナ21なのですが、ライフを失うと飛行警戒、ライフを得るとプライチカウンターを得ることができ、ゾラリーネやペインランドとの相性がかなりいいですね。仮に3ターン目にペインランド経由でゾラリーネを出した場合、3ターン目に媒介者は3人飛行警戒として殴ることができ、その後も毎ターン育つことを考えると強力なカードであることがわかるかなと思います。思考忍びは3マナ22100のクリーチャーなのですが、場に出た時に脅迫能力が誘発するので、対ミッドレンジや対コントロールで強い生物ですね。よくある2マナ11 1ディスカードと違い、自分で捨てるカードを選べるため、ゾラリーネの使い回しも強い1枚になっています。4マナ域のベーザは現在白で最も注目されているカードで、能力が4つあるのですが、場に出た時に大抵2つは能力を使える生物で、特に対アグロでは4点ゲインプラス1トークンを2つ得ることができ、今後対アグロで期待がされている1枚ですね。噴水口の鐘はお試しサイドなのですが、1マナで土地を持ってきて、さらに1マナでドローができるカードで、ゾラリーニャとの相性もいいということで採用しています。はい。ということで今回もアーリーアクセスで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。まあ序盤からしっかりと動いていけるということで、キープしていきましょう。さあ相手も黒からスタート。とりあえず、白と雲を構えていくと。さあ、相手はツタ打ち。これはトカゲアグロですかね。さあ、上陸から、まあ一点、ライフを失ってはいきますが。さあ、特目で2警戒を出して、とりあえず殴っていきましょう。相手止まってきてるんで、まあ切り崩しを持っている可能性は割と高いですね。まあ、少しのみで、相手の反動を確認していきましょう。まあ、トカゲデッキではあるとは思うんですが、まあ、ここスタックで、はい、まあ、切り崩し2枚やると。どれも嫌ですが、まあ、さすがにジャスパーかな。ジャスパーは、まあ、生き残ってしまうと、もう延々とね、アドバンテージを取られてしまうので、現状ジャスパーを、除去がないということで、ジャスパーを抜いていきましょう。さて。まあ、先手だとね、ベーザは、まあ、ワンドローぐらいにしかならない可能性がね、結構ありますね。基本的に対アグロの、まあ、後手とかで強いカードということで。さあ、ツタ打ちで1点は入っていく。まあ、これはベーザを抜いていくでしょう。思考忍びはね、なんか、割と構築でも、なるほど。切り崩しをディスカード。まああれか、ヒグラスの、同士が手札にあるということで、まあ同士を除去らせないために、切り崩しを抜いてきたという形ですね。まあただ基本的にはベーザの方が、強いカードではあるので、このターンのベーザね、ワンドローしかできないんですけど、まあ、出せますか。普通にブロッカーにもなるんで、さあ4号ワンドロー。まあベーザはなんていうか、不利であれば不利であるほど、能力がね、強力に使っていけるカードですね。さあ、相手、同士を出してからの切り崩し。まあ次のターン普通に、ベーザキャストも全然ありですね。4点ゲインプラス、1トークン2体。まあただ、伝説なんで、あれか。とりあえず殴ってみる。スルーであれば特目でもいいかな。まあ仮にこれが除去られたとしても、ベーザで、まあ簡単に盤面をね、ひっくり返すことができるので。さあ、ここはゲブをキャスト。
まあ、威迫のため、ダメージ通って、同士でアドバンテージを稼いでいく。トカゲはね、なんか、相手にしてみるとわかると思うんですけど、結構ね、実際強いですね。さて、まあ、一旦、ベーザを出していくしかないかなという感じではありますが、お、ここはチャンプ。なるほど。まあ、さすがに、特目連打の方が強いか。ベーザがね、その、伝説じゃなかったら、ベーザを出すんですけど、さあ、特目でアンタップ。まあ、できれば4点ゲインも、していきたい感じではあるかなと。さあ、雇われずめ、キャストからの1点。はい。さあ、これで次のターン、ベーザの4点ゲインも確定していますね。で、これ、腐敗予備がかなり痛いですね。アタック誘発で5点ライフルーズ。これは、さすがにマスブロ。さあ、残り2点まで。これあれか。相手フルパンで多分、勝ってましたね。ちょうどぴったり。0になる計算。腐敗予備やっぱ強いですね。アタック時にそのトカゲ分のライフルーズ。まあ、ただ、生き残ると、もうベーザで全然逆転できるんで、このリーサル逃しは、もう一気にまくっていきますね。さあ、残り8点まで。からの、ベーザキャスト。まあ、伝説クリーチャーなので、ベーザ自体は死んでいくのですが、11が2体出て、さらに4点ゲイン。で、特目があるので、まあ、どんどんと、でかくなっていくと。ベーザは、なんていうか、伝説なのがかなり惜しい。伝説じゃなかったらもう盤面とんでもないことになってるんですが。さあ、ただ、この盤面を相手、まくっていけるのか。もう完全にね、こっちが、まくっている盤面ではありますね。さあ、殴ってくる。まあ、これはおそらく、同士の能力を誘発させたいという形ですね。まあ、というか、雇われ詰めもあるんで、殴るだけで、まあ、2点が顔面に飛んでいくと。さあ、そして同士誘発から、これは同士ですね。同士2枚からキャストで1点。トカゲはね、なんかこういう感じで、その、殴らなくてもダメージが飛んでくるんで、まあちょっとまだ油断はできないですね。まあただ、ベーザー3枚目引いてるんで、さらに4点ゲインすることはできると。相手ベーザーをね、これ相打ち取ってきてくれるとありがたいですが、まあさすがに相打ちは取らなさそう。はい。さあ残り4点まで。からの、ベーザを出すのか。まあさすがにベーザか。ベーザ出さないと多分これ死ぬ可能性あるんで、ベーザですね。さあ4点ゲインプラス1ドロープラス11が2体。特目があると、さらに効果も倍増。さあ残り7点はさすがに削りきれないのではないかなと。まあでもベーザー3枚引いててよかったですね。伝説クリーチャーなんで、本体はね、1体しか生き残らないんですけど、ベーザーを引いてるおかげで、まあこの試合に関しては逆転をしているということで、さあ残り4対5。これキャストでさらに1点飛んで、4対4ですね。で、雇われ詰めで、これは、フルパンですね。フルパンしないとダメか。次のターン、雇われ詰めで確定で2点飛んできて、で、クリーチャーを引かれてたら、
負けるんで、これはフルパンするしかないかな。55と89だけアタック。33は意味ないか。2体だけアタックかな。どっちともマスブロで、まあ、雇われ詰か、ゲブが死んでくれるとありがたいけど、まあ、さすがにそこは残しそう。まあ、どこでチャンプしていくかですね、これは。いや、トカゲね、ほんと、強いですね。今回に関しては、その、ドースがね、一生生き残ってるっていうのもありますけど、ドースが生き残るともう延々とね、アドを稼がれるので、さあ、で爪を落としていく。まあ、爪が落ちたのは、割とありがたいですね。これでアタック誘発が1点、ダメージだけになったので、さあ、こうなると、土地で1点、これは、結構危なかったですね。多分、雇われ詰めじゃなくて、何か他のクリーチャーでチャンプだったら負けてましたね。じいじ。さあ、やっていきます。こちら先手。はい。これは、キープしていきましょう。さあ、相手はワンマリガン。まあ、コウモリからの、スコースナビは結構ね、いやらしい動きですね。まずはコウモリを出していく。見どころで止まってくる。ああ、なるほど。さあ、相手ライフゲインシナジーがあるデッキですかね。なるほど。まあ、ランプデッキなのかという感じということで、まあ、とりあえずマナクリを、抜いていくと。で、防火に関しては、スコースノビで普通に抜いていきたいですね。リアリネートがあるかどうかはわからないですが、まあ、ただまだ、余裕があるということで、一旦タップインを処理してから、特目を構えていくと。さあ、特目、キャストで、とりあえず3点クロックにしていく。まあ、このコウモリ、スコースノビラインが、やはりこういうデッキに対しては、結構ね、刺さっていきますよね。さあ、スコースノビ。これで、まあ、相手の反動を確認しながら、これはまあ、キャストできる方を抜いていきますか。さて、これで相手は、もうかなり動きづらくなっている状況ですね。まあ、こういうランプ系のデッキに対してはね、やはり、ハンデスデッキはね、強いですよね。まあ、相手カラーリングがゴルガリということもあって、さあ、そしてゾラリーネを引いていく。ゾラリーネはいいですね。まあ、とりあえず殴ってみましょう。5点通っていく。まあ、これは先に特目ですね。まあ、相手がその、全除去とか、ある可能性もね、ワンチャンあるんで。さあ、相手5マナに到達。ハンデスで、もうかなりね、初動が遅れている形ではありますが、さあ、ガムのロップでコウモリは除去っていくと。まあ、ただコウモリ除けるんですけど、ここでゾラリーネが活躍ですね。ゾラリーネは場に出た時も誘発していくので、ゾラリーネキャストからのコウモリ、再キャスト。というかまあリアニメートですね。さあ、2マナ支払って、コウモリが出てくる。で、相手の、まあ次のターンに唱え出るスペルを抜いて、さあ、6点アタック。まあさすがにチャンプは、まあ殴らなくていいか。チャンプさせるよりもその、特目で44にしてから殴った方がいいですね。さて。さあ、残り10点。
相手は、はい。まあ、マナクリをキャストするしかない状況。まあ、この試合に関しては、なんていうか、このデッキのテーマナ域からの綺麗な流れをね、することができてますね。コウモリ、シコウシノビ、ゾラリーネのラインがね、かなり美しいかなと。さあ、さらにゾラリーネで、金を戻して、まあ、ワンドローしていくこともできると。切り崩しは使いそうですね。まあ、ライフゲインさせたくないかな。で、1体ジャンプされてもこれで10点はある状況ですね。OK。さあ、これは、まあ、かなりいい動きでしたね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。